出汁の取り方、北大城参陣。鰹節はどういう風に洗濯し、どういう風にして削るか。まず、鰹節の両皮の簡単な洗濯法をご披露しよう。良い鰹節は、鰹節と鰹節とを叩き合わすと、カンカンといってまるで拍子木か、ある種の石を鳴らすみたいな音がするもの。虫の入った木のように、ポトポトと音のする。湿っぽい匂いのするものは悪い鰹節。本節と亀節ならば、亀節が良い。見た目に小さくとも、刺身にしてうまい大きいものがやはり鰹節にしても美味だ。見たところ、堂々としていても、本節は大味で、根も亀節の方が安く手に入る。次に削り方だが、まず切れ味の良いカンナを持つこと。切れ味の悪いカンナでは、鰹節を削ることは難しい。赤サビになったり、刃の鈍くなったもので、ゴリゴリとごつく削っていたのでは、鰹節がたとえ100円のものでも、50円の値打ちすらないものになる。どんな風に削ったのがいい出汁になるかというと、削った鰹節がまるで岩皮紙のごとく薄く、ガラスのように光沢のあるものでなければならない。こういうのでないと、良い出汁が出ない。削りベタな鰹節は、死んだ出汁が出る。生きたいい出汁を作るには、どうしても上等のよく切れるカンナを持たねばならない。そして出汁を取るときは、ぐらぐらっと湯のたぎるところへ、さっと入れた瞬間、十分に出汁ができている。それをいつまでも入れておいて、くたくた煮るのではろくな出汁は出ず、かえって味を損なうばかりである。いわゆる二番出汁というようなものにしてはいけない。そこで、まず第一に、刃の切れる、台の平らなカンナをお持ちになることをお勧めしたい。鰹節を非常に薄く削るということは、経済的であり、能率的でもある。なお、私の案ずるところでは、100の家庭のうち99までがいいカンナを持っていまい。料理を講義する人でも、持っていないのだから、一般家庭に良いカンナを持っている家は、一応ないと考えて差し支えない。さてカンナはいつでも切れるようにしておかなければならない。しかし素人ではよく研げないから、大工とか仕事をする人に研いでもらえばいい。その他、研ぎ屋専門という商売もあるのだから、いつも大工のカンナのようによく切れるようにしておかなければ、料理をしようとするときに孫つくのがオチだ。日本には鰹節がたくさんあるので、そう重きを置いていないが、外国にあったら大変なことだ。外国人は鰹を知らないし、従って鰹節を知らない。牛乳とか、バターとか、チーズのようなもの一本で料理をしている。しかし、これは不自由なことであって、鰹節のある日本人はまことに幸せである。故に、鰹節を使って、美味料理の能率を上げることを心がけるのが良い。味、栄養もいいし、良い材料を選べば、世界に類のない良いスープができる。それなのに、鰹節に対する知識もなく、削り方も、削って使う方法も知らないのは、情けないことだ。その上削る道具もない。これは物の間違いで、大いに反省してもらいたいことだ。現在、カンナで鰹節を削っているのは料理屋のみであって、大概は道具もなくて我慢しているようである。その料理屋さえ最近削り鰹節を使用している。削り節にもいろいろあって、最上の削り節ならば、まずまずであるが、削り節は削りたてがいいので、時が経ってはよろしくない。カンナがあっても、切れない場合が多いし、それを使用して削れないと思うくらいなら、日本料理をやめた方がいい。料理に限らず、やるというのなら、どんなことでもやるのが当然で、やらなければ達成できない。かといって、この場合、料理屋の真似をしてガラスで削るのは危険だし、たくさん削る場合は間に合わないから、無理をして鰹節を削ることになる。しかし、無理をすることは味が死ぬことになるのであるから、生きた味を出すためには、よく切れるカンナに限るのである。カンナを持ってない人がいたら、ここで一奮起して、
大工の使用しているカンナを購入するようお勧めしたい。大工のカンナ一つ買うことは、値段から言っても高価ではないし、生涯なくなるものでもないのだから、不経済にはならない。要は遂げないと頭から決めてかからずに、インチキガンナの使用を一刻も早くやめる必要があろう。さて昆布だしのことは、東京では一流の料理屋以外はあまり知らないようだ。これは、東京には昆布を使うという習慣が昔からなかったからだろう。昆布の出汁は実に結構なものであって、魚の料理には昆布出汁に限る。鰹節の出汁では魚の味が2つ重なるので、どうしても具合の悪いものができる。味のダブルということはくどいのである。昆布を出汁に使う方法は、古来京都で考えられた。周知のごとく、京都は1000年も続いた都であったから、実際上の必要に迫られて、北海道で産出される昆布を、遥かな京都という山の中で、昆布出汁を取るまでに発達させたのである。昆布の出汁を取るには、まず昆布を水で濡らしただけで1、2分ほど間を置き、表面がほとびた感じが出たとき、水道の水でジャーッとやらずに、トロトロと出るくらいに昆布に受けながら、指先で器用にいたわって、だましだまし表面の砂やゴミを落とし、その昆布を熱湯の中へさっと通す。それでいいのだ。これでは出汁が出たかどうか、心配なさるかもしれない。出たか出ないかはちょっと汁を吸ってみれば、無色透明でも、旨味が出ているのがわかる。量はどのくらい入れるかは、実習すれば、すぐにわかる。この出汁は鯛の潮などの時はぜひなくてはならない。昆布を湯にさっと通したきりで揚げてしまうのは、何か惜しいように考え、長くいつまでも煮るのは具の骨頂。昆布の底の甘みが出て、決して気の利いた出汁はできない。京都あたりでは引き出し昆布といって、鍋の一方から長い昆布を入れ、そこをくぐらして一方から引き上げるというやり方もあるが、こういう厳しいやり方だと、どんなやかましい食通たちでも、文句の言いようがないということになっている。